あれ、どうして来たの？もしかして建前で招待したのを本気にしたの？負け犬が招待されて本当に来るなんて。姉はそう言って高笑いをした。私はなぜこの結婚式にやってきたのかを教えてあげた。私が来たのは彼のご両親に招待されたからよ。するとその時、私たちにとある人物が声をかけてきた。これは、わざわざお越しいただきありがとうございます。嘘。どうして？姉は信じられないといった様子で、私たちが会話をするのを見ていた。私の名前はのぞみ、28歳のエンジニアだ。私は今でこそバリバリと働いているのだが、昔はこんな風に活発に生きるタイプではなかった。というのも、私はいわゆる引きこもりだったからだ。きっかけは中学生の時のこと。クラスのリーダー格の女の子に目をつけられて、私はその子が中心にいるグループから嫌がらせを受けるようになったのだ。私は内気な性格だったので、嫌なことを嫌だとは言えず、ひたすら我慢していたのだが、どんどん嫌がらせはエスカレートしていき、私はついに学校に行けなくなってしまった。それからはほとんど外に出ることもせず、家で一日を過ごす日々を延々と続けるだけだった。その後、私はなんとか精神的に回復してきて、通信制の高校に通うようになる。それから少しずつ友達ができてきたりして、社会との関わりを持てるようになった。それまでは本当に辛かった。私の人生が大変だった理由の一つに、ゆかという姉の存在があった。姉は私の1歳上なのだが、超がつくほどの美人だったのだ。その可愛さはもちろん子供の頃からのことで、小さい頃から私は姉との差を感じさせられていた。例えば母と姉と3人で道を歩いていると、すれ違ったおばちゃんとかが、皆姉を見て、まあ、なんて可愛いお子さんなのかしら、と驚きの声を上げる。その後ちらっと私のことを見るが、何も言わない。そういったことは何度もあった。他にも小学生の時は、同級生の子から、のぞみちゃんって、お姉さんと全然似てないよね。お姉さんはとっても可愛いのに、なんて心ない言葉を言われたこともある。子供ながらに私はたくさん傷ついていた。そしてそんな風に周りからちやほやされた姉はいつからか私をバカにしてくるようになった。あんたって私の引き立て役よね。一緒にいればいるほど私の株が上がるわ。あんたは一生私のバーターよ。姉は表の顔と裏の顔をうまく使い分けていた。ゆかさんって本当に優しくて美しくて完璧な人だよね。あんな素敵なお姉さんが家にいるなんて羨ましい。お前の姉さんって家でどんな感じなの？家でも絶対可愛いよな。パジャマ姿とか見て。男子キモいよ。クラスの人たちはみんな姉の話ばかりしてきた。みんな姉から挨拶をしてもらったり、話しかけてもらっていたらしい。姉は外面がとても良くて、他人にはいつも笑顔で天使みたいな振る舞いをする。だから周りの人たちからとても好かれてるのだ。だが家では本当にひどい人なのだ。あんたのクラスの男子って気持ち悪いの多いよね。女子もパッとしない芋女が多いし。でもあんたが一番地味だけどね。姉はそうやって他人の悪口を言い、最後に私をけなして締める。だが表の顔が完璧すぎるから、誰も私の言うことなんて信じない。前にあまりにもみんなが姉を褒めているから、一度だけ姉が家では悪口を言っているとみんなに言ったところ、逆に私が責められたのだ。ゆかさんに嫉妬してるんでしょ。ブスが美人の姉に嫉妬して、そういうことを言うのって痛いよな。一瞬にして私が悪者になり、それからは私は絶対に自分の意見を周りに言わないようにした。姉は小学校高学年、中学生へと進級していくにつれて、どんどん可愛さに磨きがかかっていった。
それに伴い、周りからの評価もどんどん上がっていく。たくさんの人から告白をされていて、私の同級生は私に姉の連絡先を聞いてくる人もいるくらいだ。静かに穏やかに暮らしたい私にとって、そういった人たちに絡まれるのは本当に迷惑だった。しかも姉から断るように言われているから断っているのに、彼らは私に文句を言ってくるのだ。ケチケチしないで教えろよ。お前の連絡先を聞いてるわけじゃねえんだよ。別に姉の肩を持つわけではないが、自分で直接聞きに行けないあんたたちが姉に相手にされるわけないだろうと思ってしまう。そしてそんな中、私が中学1年生の後期くらいの時、いきなりクラスの人たちから嫌がらせを受けるようになった。嫌がらせはどんどんエスカレートしていき、私は学校へ行けなくなってしまったのだ。姉はそんな私を見て、引きこもりとかマジでキモい。あんたの姉だということが恥ずかしいわ、などと言って罵倒してきた。あんたの人生終わったね。ニートとかマジでダサすぎるから。姉は顔を合わせると、毎日のようにそうやって私をバカにしてきた。だが幸い、親は私に優しかった。辛いことがあったんだ。無理して学校に行こうとしなくていい。学校だけが人生の全てじゃない。あなたにはあなたが輝ける場所があるわ。親がそうやって優しい言葉をかけてくれたことは何よりの救いだった。親は私と姉を差別することはなかった。もちろん姉はそんな親も手玉に取ろうといろいろと作戦を考えていたようで、たまに親も姉の策略に知らないうちに引っかかっていたが、基本的に私たちを平等に接してくれていた。一方で私と姉の関係は日に日に悪くなっていった。姉は引きこもりである私が本当に気に入らないらしい。食事は私が一緒の時はすぐに食べてそそくさと自分の部屋に行ってしまうし、姉の友達が遊びに来る時は、あんたは自分の部屋から出てくるんじゃないよ、と言ってきた。姉は人気だったから、よく放課後に家に友達を連れてきていて、その度に私は息を潜めていなければならず、さらにトイレに行くことも許されなかったから、いつも姉が学校から帰ってくる前に、必ずトイレに行っておかなければならなかった。その後、姉は高校生になるとメイクもするようになり、さらにモテるようになった。この頃からは彼氏とかもよく家に連れてきていた。姉が彼氏を連れてきた時に、たまたま私が居間で鉢合わせたことがあったのだが、その時の姉の彼氏に、うわ、居候でもいるの、と驚かれたこともある。姉はその時私を睨みつけた後、引きこもりの妹でね、まあちょっとかわいそうなんだ、と私をバカにするように説明した。この時、私はすごく腹が立ち、引きこもりの状況から脱却してやろうと思った。そして勉強を頑張り、通信制の高校に通うことにしたのだ。通信制なので、基本的に今までと変わらず家にいることの方が多いのだが、それでも登校日もあるので、その時に他の生徒と関わる機会があった。その時のクラスの人たちがすごく優しくて、私は救われた。中学の時の嫌がらせと姉のせいで、すっかり人間不信になっていたからだ。通信制の高校では久しぶりに友達もできて、たまに街で遊びに行ったりもするようになった。姉と関わったことがある人が一切いないので、みんな私とのことについてしか話さない。そんな環境に身を置けたことがすごく良かったと思う。少しずつだが、傷ついた心が癒えていくのを感じた。それから私は高校を卒業後に通信制の大学に通うことにした。実は私は引きこもっていた頃に、父親がプレゼントしてくれたパソコンを使って、独学でプログラミングの勉強をしていた。日中にすごく時間があったからなんとなく始めてみたのだが、思っていた以上に自分に合っていたようで、それからずっと続けていたのだ。だから大学では、
エンジニアになるための技術が学べる大学に通おうと思ったのだ。するとそこでも通信制の大学があったので、受験をしてみた。見事に合格し、私は大学生に。ちなみに姉は高校を卒業後に理容系の専門学校に進学。そこでもモテモテで、年上の彼氏がいたようで、毎日のように学校に車で送ってもらってたんだとか。専門学校に進学したと同時に、姉は一人暮らしを始めたので、私は姉と離れて住めるようになって、歓喜したのを覚えている。それくらい私の中で、姉の存在は苦手なものになっていたのだ。それから大学を卒業した私は、エンジニアとして就職をした。その頃には昔の傷もすっかり癒えていて、私は一生懸命に社会人として働き始めた。親は引きこもりだった私が、立派に社会人になってくれてよかったと、涙を流しながら喜んでいた。本当は私が引きこもっていた時は、とても不安だったのだろう。私は親にたくさん恩返しをしたいと思い、仕事をどんどん頑張って稼いでいこうと思った。一方、姉は専門学校を出てからは、読者モデルをしながら、彼氏の家に転がり込んでいたらしく、その時の彼氏の収入とモデル業の収入で、豊かな生活を送っていたそうだ。まあそうは言っても、姉がやるモデルの仕事は、小遣い程度の金額だったらしいが、それでもその恵まれた美貌のおかげで、裕福な暮らしができているのだから、それも才能だとは思う。私は私の道を進むと、その頃には私自身の意志がはっきりしていたので、姉がどう生きていようがあまり関係はなかった。それからエンジニアとして、がむしゃらに働くようになった私。そんな私に、ある日運命的な出会いが訪れた。それは取引先の担当者のマサトという男性だ。彼は大手企業に勤める優秀な営業マンで、私がいる会社にもよく営業に来ていた。私もたまに彼と仕事をすることがあったのだが、とても爽やかで、笑顔が素敵で仕事ができる人だった。私は彼に一目惚れをしていて、ある日私は自分からつい食事に誘ってしまった。彼への思いが溢れていたのか、うっかりと、マサトさんと食事に行ったら楽しそう、と言ってしまったのだ。やばいと思って慌てていると、彼はニコッと笑い、ぜひ行きましょう。俺ものぞみさんとなら楽しめそうです。と言って連絡先を交換してくれたのだ。それから私たちは何度か食事に行き、デートにも行くようになった。そして彼から告白をされて付き合うことに。順調に交際を続けていった私たち。現在は付き合って1年半ほどが経っている。私は28歳で彼が30歳だったので、そろそろ結婚を意識してもいい頃だ。そんな中、私が彼と記念日にイタリアンで食事をしていると、たまたま姉と会ってしまったのだ。あれ、もしかしてのぞみ。この人ってのぞみの彼氏さん。私を見つけたとき、バカにするような蔑んだ目をしていた姉は、マサトに気づくとすぐに猫をかぶり、外面がいい時のビジネス笑顔に切り替えた。はじめまして、のぞみの姉のゆかです。どうもはじめまして、マサトと言います。マサトさん、かっこいいですね。本当ですか？ありがとうございます。こんな高いイタリアンに来るってことは、相当優秀な方なんですね。いやいや、僕はただの営業マンですから。でも見ただけでわかりますよ。大手企業で働いてるんじゃないですか。まあ〇〇という会社なので、それなりに。すごい。やっぱり大手じゃないですか。のぞみはすごくいい人を彼氏にしたのね。姉としても鼻が高いわ。それじゃあ邪魔をしてはいけないから、私はこれで。それでは。姉は彼のことをべた褒めしながらも、あくまで私の彼氏だということを強調した。こういう駆け引きのうまさも姉がモテる要因だろう。
実際、マサトはそれからずっと姉のことばかり聞いてきた。せっかくの記念日だったのに、私はすごく残念な気持ちになった。そしてそれからというもの、だんだんとマサトは私と会ってくれなくなった。仕事が忙しいとか、上司から飲みに誘われてとか、接待があってなど言って、私からの誘いを断るようになったのだ。私はとても嫌な予感がしていた。そして悲しくもその予感は的中した。ユカと付き合うことになったから別れてほしい。マサトからいきなり来た LINE。ユカが姉であることは聞かなくても分かった。もう私が付け入る隙はないようで、身を引くしかなかった。私がマサトと別れると、姉から電話がかかってきた。のぞみ、ごめんね。なんだかマサトさんを奪っちゃったような形になって。ような、じゃなくて奪ったんでしょ。人聞きの悪いこと言わないでよ。私は姉としてマサトさんと仲良くしてただけよ。そしたら彼の方から私と付き合いたいって言ったんだから。まあ、あんたみたいな元引きこもりの底辺よりも、私との方が幸せでしょ。あんたにマサトさんの相手は荷が重すぎるのよ。じゃ、私の幸せを祈ってね。そう言って姉は電話を切った。ふざけるな。誰があんたの幸せなんか祈ってやるものか。それから私は悲しみをかき消すように仕事に打ち込んだ。私は心機一転したくて会社を辞めて起業をした。最初はなかなかうまくいかなかったが、がむしゃらに働いたおかげもあってか、1年後に急に利益が出始め、それから右肩上がりに業績が伸びていった。社員も一気に増え、注目のベンチャー企業としてビジネス雑誌にも取材記事が載るように。あの頃の昔の引きこもりだった私には想像もつかないような日々を送っている。その後も私はひたすら仕事に打ち込んだ。あっという間に3年が経ち、私の会社はさらに大きくなった。そんな中、私の家にとある結婚式の招待状が届いた。それはなんと姉とマサトからだった。どうやら彼らは結婚することになったらしい。ようやく忘れかけていた時に、タイミングが悪いなと思っていると、姉から電話がかかってきた。あ、もしもし。招待状届いた？ええ、届いたわよ。私とマサトさんの晴れ舞台だから。招待してあげたんだから感謝しなさいよね。別に感謝することは何もないけど。うわ、怖っ。そうやって愛想が悪いからモテないのよ。とにかく招待はしたからね。私とマサトさんを祝ってね。そう言って勝手に電話を切った姉。どうせ勝ち誇った顔をしているのだろう。私はため息をついて家に入った。すると後日、また郵便ポストに結婚式の招待状が届いた。しかも姉とマサトの結婚式の招待状だった。だが送り主が違った。そこで私はとある事実を知ることになったのだった。それから数ヶ月後、私は姉とマサトの結婚式に参列した。両親とも久しぶりにそこで会った。今まで姉と会いたくなくて、私はこの3年間の間、一度も帰省していなかった。両親は私を見かけると駆け寄ってきて、久しぶりに私の顔を見れたことを喜んでいた。忙しいかもしれないけど、たまには顔を見せてね。母にそう言われ、少し申し訳なくなった。両親はその後、親戚へ挨拶に行った。私は結婚式の招待状を送ってくれた人物に会いに行こうとした。するとウェディングドレス姿の姉が私の目の前に現れた。あれ？どうして来たの？もしかして建前で招待したのを本気にしたの？招待状を受け取ったからね。負け犬が招待されて本当に来るなんて。姉はそう言って高笑いをした。あんたって本当に変わってるよね。普通元彼と姉の結婚式なんて来るの嫌じゃないの？本当おかしい人だわ。そうやってバカにしてくる姉。
私はなぜこの結婚式にやってきたのかを教えてあげた。私が来たのは彼のご両親に招待されたからよ。あんた何を言ってるの？つくならもう少しまともな嘘をついてよね。するとその時、私たちにとある人物が声をかけてきた。これは、わざわざお越しいただきありがとうございます。ああ、どうもお久しぶりです。本日はご招待していただきありがとうございます。嘘。どうして？姉は信じられないといった様子で、私たちが会話をするのを見ていた。私に話しかけてきた人物。それはマサトの父親だ。マサトの父親は会社を経営しており、私は彼の会社と深い関係にあった。新婦のゆかさんとはお知り合いですか？ゆかは私の姉です。そうだったんですか。でしたら招待状が重複して送られてきたのではないでしょうか。知らずに送ってしまい、大変申し訳ございません。ああ、いいんですよ。姉は私を貶めるために送っていたそうなので。どういうことでしょうか。実はマサトさんは私ともともと付き合っていたのですが、姉と浮気をしたんです。そんな、マサトが浮気を。バカ息子が本当に申し訳ございません。私たちはちょうど新郎の控え室の前で話をしていた。だからマサトの父親はすぐにマサトを呼んできた。なんだよ父さん、いきなり呼びつけて。のぞみ？お前、のぞみさんだろうが。この方はな、私の会社の筆頭株主なんだぞ。父親の言葉に絶句するマサトと姉。そんな、のぞみが筆頭株主？そうだ。お前は次期社長になるべく、つい最近私の会社に入ったばかりだから知らなかったのだろうが、のぞみさんは私の会社にとってとても重要な存在なんだ。それをお前ってやつは、のぞみさんとお付き合いしていたのに、その姉と浮気をするなんて。ちょっと待ってくれよ父さん。それは3年も前のことで。うるさい。浮気をしたことは事実だろう。言い訳してないで反省をしろ。マサトは父親に怒られてたじろいでいた。すると姉が逆ギレをして私に怒ってきた。ちょっとのぞみ、あんた何をやってるの？このまま私の結婚式をぶち壊すつもりなの？声を荒げる彼女だったが、私は決して動じなかった。私はただ招待されたから来ただけよ。私は事実を報告しているだけなの。そしてあのことについての真実も今話そうかしらね。あのことって何よ？私が中学の時に嫌がらせを受けて不登校になった時の話よ。あなたは散々私が引きこもっているのを恥ずかしいとか悪口を言ってきたけど、私がクラスメートから嫌がらせを受けるように指示したのはお姉ちゃんだったそうね。何の根拠があってそんなことを言うのよ？私今会社を経営してるんだけど、たまたま面接の時に私に嫌がらせをしてきた人が受けに来てたのよ。彼女は私が社長だと知って絶句してて、その時にお姉ちゃんの指示で嫌がらせをするように言われたって、そうすればあなたの好きな人と付き合えるようにしてあげるって言われたって私に説明したのよ。そんな、私はそんなことは。しらばっくれないで。お姉ちゃんが私の中学時代を、青春を潰したんだよ。それなのに毎日私を罵倒して、どういう気持ちでそんなことをしてたの？本当に信じられない。私の話は、新郎側の控え室にいた人たち全員に聞こえていたようで、姉は冷たい目で見られていた。そしてマサトさえも姉を蔑むような目で見ていた。ゆか、そんなことをしていたなんて最低だな。結婚はなかったことにしよう。そんな、いきなりそれはないわよ。いや、俺はこのまま君と結婚したら不幸になる気がする。だから結婚式は中止だ。そんな。
その場にへたり込む姉。マサトは自分のことを棚に上げているが、私は彼への制裁も忘れてはいない。私は筆頭株主として、マサトの父親に彼を異動するように命じた。マサトはすぐに地方の田舎の部署に左遷されることになった。しかもそこには超厳しいおつぼねさんがいるらしく、マサトは毎日いろいろと細かく指摘されて、精神的に辛い日々を送っているそうだ。そして姉に関しては、今回事実を初めて知った両親から感動された。また姉は友人を頼ったが、彼女たちはうすうす姉の本性に気づき始めていたようで、今回すべてが明るみになり、姉と付き合うことをやめたそうだ。姉は結婚を機にバイトを辞めていたので、今は一気に借金まみれの貧乏生活を強いられているらしい。本当にいい君だ。一方、私は仕事がとても楽しいので、これからも仕事に打ち込みながら、部下の生活を守っていこうと思う。もしもし、どうした？いきなりごめんね。今どうしてるかなって思って。だがそんな時、電話越しに何か聞こえてきた。耳を澄ますとそれは赤ちゃんの泣き声だ。そしてそれをあやすような女性の声まで聞こえる。誰かいるの？なんか赤ちゃんの声が聞こえた気がするけど。実は姉と姪っ子が来てるんだ。いきなりやってきたからびっくりしたよ。へえ、お姉さんと姪っ子がね。お姉さん、私と一緒にあなたの家の前にいるんだけど。私の名前はのぞみ、30歳の主婦だ。夫のマサトとは結婚して3年になる。夫は現在単身赴任中だ。結婚3年目にしてもう単身赴任となってしまうのは寂しいので、私は夫の転勤についていこうと思った。だが夫からはまさかのついてこなくていいと言われてしまった。どうしてと悲しくなったが、夫からは今後、子供ができた時のことを考えて貯金をしておきたいと言われた。私が今の仕事を辞めて、夫の転勤についていくとなると、確かに収入は減って貯金もしづらくなる。夫は2人の将来のことを考えてそのような発言をしてくれたことが分かり、私も納得した。単身赴任先は遠い地方なので、飛行機に乗らないといけない。そのためなかなか夫のもとに訪ねることはできない。それでも夫は当初は頻繁に連絡をくれたし、月に1回は家に帰ってきてくれていた。しかし、仕事がどんどん忙しくなっていったようで、だんだんと連絡の数が減り、家に帰ってくる頻度も減ってしまった。そのため、迷惑にならない程度に私の方から連絡をして、どこかに遊びに行ったりすることの提案をしたりした。ねえ、ゴールデンウィークにどっか旅行にでも行かない？ごめん、仕事があるんだ。連休なのに。最初の土日と最後の水曜に仕事があるから、実質2連休しかないんだよ。そうなると間の休みの日は、疲れて楽しく遊べないと思うんだよね。だから、ごめん。またゆっくり帰れそうな時に会おう。わかった。ゆっくり帰れそうな時っていつだろうか。そんなことを思いながらも、夫は私たちの将来のことを考えて一生懸命働いてくれているのだと思うと、責めることはできない。だから私は寂しい気持ちを我慢するしかなかったのだ。夫はそれからどんどん帰ってくる頻度が減り、気づけば3ヶ月に1回とかくらいのペースになっていた。夫と久しぶりに会えたのは正月で、義実家の人たちと会うのとほとんど変わらないくらい久しぶりに会ったほどだ。そしてその後も相変わらず夫は仕事が忙しいようで、次に会えたのは3ヶ月後。そんな生活を送っていると、あっという間に夫が単身赴任をしてから1年が経った。私は寂しい思いをしながらも、また一緒に暮らせる日々を夢見て我慢していた。次に会えるのはまた3ヶ月後かな。
そんなことを考えながら、寂しい思いを我慢して3ヶ月後を迎えた。ただいま。おかえり。私は夫の顔を見ることができてすごく嬉しかった。夫は3ヶ月ごとにやってくるので、微妙に雰囲気が毎回違う。髪が伸びきっていて、切る直前の時もあれば、さっぱりして清潔感があって小綺麗な時もある。今日はどういう雰囲気かなとワクワクしながら待つのが楽しみだった。今日はごちそうだよ。お、すごいな。私は久しぶりに会えるととても嬉しくなるので、夫にごちそうを振る舞う。夫は嬉しそうにそれをすべて平らげてくれる。いつも料理とかする余裕ないんだもんね。うん。外食とかコンビニになっちゃうね。じゃあ今日は栄養たっぷりとって帰っていってね。そうだな。ご飯を食べた後は、久しぶりに夫と愛し合う時間だ。だがここで私は気になることがあった。夫が避妊道具を使い始めたのだ。どうしてそんなのつけるの？だって、今できたら単身赴任中なのに大変だろう。いや、でも今まではしてなかったじゃない。ちょっとちゃんと避妊しておこうって気になったんだよ。子供を作るのは俺の単身赴任が終わってからでいいだろう。妊娠はつわりとか大変だしさ、俺が一緒にいない時に一人でいるのは心細いじゃん。まあ。私はちょっと不服だったが、夫の言うことももっともだと納得してしまったので従うことに。いっそのこと子供ができて、夫の会社からまた異動の辞令が出ればいいのに。そんなことを考えてしまったりもした。そうして夫はまた単身赴任先へ帰っていった。そしてまた3ヶ月が経過したのだが、今回は夫は帰ってこれないとのこと。まあ、転勤先での勤務期間は2年間なので、あと半年ほど我慢すればまた夫は戻ってくる。あともう少しの辛抱だ。そんな中、夫から連絡が来て驚きの発言をされた。ごめん。あと1年この部署での仕事が延長になったんだ。それじゃあ単身赴任があと1年延びるってこと？本当にごめん。私はとてもショックだった。そうなると、あと1年半も待たなければいけなくなる。そんなの耐えられない。だったら私、そっちに行くよ。いや、それはダメだよ。どうして？だってこの前も話したじゃん。今後のことを考えて今は貯金するべきだって。そんなこと言われても、私はもっとマサトと一緒にいたいよ。俺だってのぞみと一緒にいたいよ。でも我慢してるんだ。分かってくれよ。私は納得がいかなかったが、しぶしぶ承諾した。そんな中、義士から連絡が来た。義士は実は夫の単身赴任先の地域から車で行ける距離に住んでいる。この前の正月に義実家での集まりに行った時に、私は義士に夫となかなか会えていないことを伝えていたのだが、義士が気を使って連絡をしてきてくれたようだ。私も旦那が単身赴任になっちゃってさ、子供と二人きりで、なんか寂しいからよかったらこっちに泊まりに来ない？それでマサトにも会っちゃいなよ。義士からのまさかの提案に私は心が躍った。夫は社宅に住んでいるので、泊まりに行くことは難しい。だが義士の家に泊まれるならば、少しの時間くらい会いに行けるだろう。義士と話して、今度の連休にいきなり行って夫を驚かせようという計画を立てた。私は実は、まだ夫の単身赴任先に行ったことがなかった。連休の中での一日のうちの昼間だけとかなら、夫の迷惑にもならないだろう。夫に連休中はどうしているのか聞くと、初日は仕事が入っているが、残りの2日間は休みで家にいるとのこと。チャイムを押して夫の住む部屋に行くことを想像すると私はにやけてしまった。私はウキウキしながら週末を待った。そして飛行機に乗って夫が住む地方の空港へ。義士が空港まで車で迎えに来てくれた。
久しぶりに会った姪っ子がとても可愛くて癒される。空港から夫の家までは割と距離があったが、義士と楽しく話しながら向かうとあっという間にたどり着いた。夫の社宅の来客者用の駐車場に車を止めて、いざ夫の家へ。私がチャイムを押そうとすると、義士がそれを止めた。私がびっくりしていると義士がニヤニヤしている。どうせなら、今マサトに電話して驚かせながらチャイムを押そうよ。いたずら心ある提案に私もすぐに乗っかることにした。そして夫に電話をかける。もしもし、どうした？いきなりごめんね。今どうしてるかなって思って。別に何もしてないよ。家でゆっくりしてた。そっか。私は今から驚かせることを想像してニヤニヤしてしまった。だがそんな時、電話越しに何か聞こえてきた。耳を澄ますとそれは赤ちゃんの泣き声だ。そしてそれをあやすような女性の声まで聞こえる。誰かいるの？なんか赤ちゃんの声が聞こえた気がするけど。うん。実は姉と姪っ子が来てるんだ。いきなりやってきたからびっくりしたよ。へえ、お姉さんと姪っ子がね。お姉さん、私と一緒にあなたの家の前にいるんだけど。何冗談言ってんだよ。今一緒に家にいるんだからそんなことありえないだろ。全く面白い冗談を言うな、のぞみは。冗談とかじゃないんだけど。私の声のトーンが低くなっていくことに、ただごとではないと義士も悟ったのだろう。義士は私が電話を終える前にインターホンを鳴らしていた。するとチャイムの音にびっくりしたのか、中からさっきよりも大きい赤ちゃんの泣き声が聞こえてきた。ガチャリとドアが開くと、そこには私と義士の知らない女性が立っていた。どちら様でしょうか？義士がそれに答える。私はマサトの姉です。義士がそう言うと、ああ、お姉さんでしたか。はじめまして、私、ゆかと言います、と言って不倫相手らしき女性が自己紹介をした。いきなりいらしてどうしたんですか？マサトは？今は自分の部屋にいますが。あなた、何も知らないの？何がですか？まあ、いいわ。とにかく上がらせてちょうだい。はい。夫の不倫相手は一瞬嫌そうな顔をしながらも、私たちを家の中に入れた。まさかお姉さんが2人いるなんて知りませんでした。彼からは1人って聞いていたので。ゆかがそのように言いながら居間に私たちを通す。マサトを呼んできて。はい。怖い顔をする義士に怯えたのか、ゆかはすぐに私の夫を呼びに行った。その間にリビングを見渡すと、ベビーベッドがあり赤ちゃんが寝ていた。私はその光景にクラクラして倒れそうになる。大丈夫。私が支えるからそこのソファーに座ろう。義士が私を気遣ってソファーに座らせてくれた。そして1分後に夫が静かにこちらにやってきた。その顔はとてもこわばっていて、まるで悪いことをして怒られる前の子供のような顔だ。私は夫の前に立って思いっきり頬を叩いた。どういうこと？夫は頬をさすりながら黙ってうつむいている。するとゆかがびっくりした様子で、こちらに駆け寄ってきた。何をしてるんですか？お姉さん。マサトが何かしたって言うんですか？ゆかは何も知らないのだろう。私は真実を教えてあげた。私はマサトの姉ではなく、妻です。そんな、嘘でしょ。嘘じゃないですよ。もし信じないなら役所にでも行って証拠を見せますから。私がそう言うと、ゆかは口元を手で隠して驚いていた。マサト、本当なの？ああ、すまない。そんな、
だから赤ちゃんが生まれても結婚は2人の記念日にしようって先延ばしにしてたのね。まさか結婚してたなんて。本当にすまない。ゆかものぞみも騙してしまった。夫はそう言いながら頭を下げた。だがそんな風に謝られたって私の気持ちは収まらない。もう離婚してちょうだい。人を散々待たせておいて不倫してましたなんてバカにしすぎよ。ちゃんと慰謝料も払いなさいよ。義士も夫を睨みながらそのように言う。ああ、わかったよ。私、知らなくて。本当にごめんなさい。とんでもないことを。ゆかがそのように言って私に謝ってくる。いや、あなたも被害者でしょ。知らなかったならしょうがないじゃない。結婚していた事実を知らなかったのなら、慰謝料を請求することはできないし、そもそも彼女は騙されていたのにもかかわらず、すでに子供がいたのだから、逆にかわいそうなくらいだ。本当に申し訳ありませんでした。ゆかがそのように言って頭を下げる。その時、私はスマホのバイブが鳴っているのに気がついた。画面を見るとなぜか義士から LINE が来ていた。メッセージを見て私は驚いた。この不倫相手、マサトが既婚者だって知ってるかも。私、スマホをわざとこの家に置いてくから、通話状態にして録音してくれない？義士からのメッセージを見て、私はそっと通話ボタンを押し、録音状態にしてスマホをカバンにしまった。そして何食わぬ顔で夫にこれからのことを話した。これからは弁護士を通してやり取りしましょう。今回はマサトにだけ慰謝料を請求するからちゃんと支払ってね。あんたなんかと結婚して本当に損したわ。夫は本当にすまなかったと言って頭を下げた。義士がのぞみさんもう行きましょと言って、私たちは夫が住む社宅を出た。それから車に乗り込み、近くの喫茶店に移動して、夫と不倫相手がどのような会話をしているかスマホに耳を当てながら聞いた。すると、少し経ってから夫とゆかの会話が聞こえてきた。いや、マジでびっくりした。あんなアポなしで来るやつだとは思わなかったんだけどな。姉ちゃんがいるから変なこと吹き込まれたんだろうな。マジでお姉さん最悪ね。もう少しであなたが奥さんと別れてこっちで一緒になれると思ったのに。単身赴任なんて嘘で、完全にこっちでずっと働くのにね。でもゆかのとっさの判断と演技力にはびっくりしたよ。確かに俺が独身だって言って騙してたことにすれば、ゆかは慰謝料を支払わずに済むもんな。賢いでしょ。そうすれば支払う額も減るじゃない。私たちの将来のためにもお金は大事だからね。いや、ゆかはいい奥さんになるよ。のぞみとは大違いだ。あんなのと一緒にしないでくれる？そうだな。こりゃ失礼。私は絶句してしまった。そして言いようのない怒りでいっぱいになった。義士も怒り狂っていた。ゆかは夫が既婚者だと知っていたのだ。私は夫と不倫相手に制裁を加えることにした。義士はその後、夫のもとにスマホを忘れたと言って取りに行った。その時も夫と不倫相手は険悪ムードを出して、義士のことを騙そうとしていたらしく、すべてを知っている義士は、二人して芝居しててなんかめちゃくちゃ腹立ったわ、と怒っていた。それから私はすぐに弁護士を雇うことに。夫とゆかの会話の音声を聞かせると、弁護士は十分な証拠になると言ってくれた。その後の展開は早かった。まず私はこの音声データを義両親や夫の職場に送った。夫の職場には内容証明も送っておいた。そして夫の家にいるゆかにも内容証明を送り、慰謝料を請求。これらのことをした後、夫から鬼のように電話が来た。最初は無視をしていたが、仕方なく出ることに。おい、ふざけんなよ。どうして会社に内容証明を送ってるんだよ。
しかもユカにまで慰謝料請求してるのはどういうことだ。ユカは俺が独身だと思ってたんだから、慰謝料は支払わなくていいだろう。あれ？どうして騙してた相手をかばうの？普通、ゆかさんの立場ならあなたに怒り心頭で、結婚詐欺の被害による慰謝料請求とかしてると思うんだけど。いやそれは。子供がいるから、責任を取るために俺はユカと結婚することにしたんだ。へえ、そうなんだ。まあどうでもいいけど。どうでもいいってなんだよ。俺とユカは結婚するんだから、慰謝料の請求がどっちにも来たら困るだろうが。ユカの方の慰謝料は認めないからな。残念ながらそれは無理よ。だってあなたとゆかが不倫しているって分かってて、付き合いを続けていた証拠があるんだもの。あなたにはまだ送ってなかったっけか。私とお姉さんが出て行った後のあなたたちの会話を録音した音声データ。自分たちでベラベラと話してたでしょ。あれが証拠になって、私はあなたたち2人に慰謝料請求ができることになったのよ。そんな。人を騙しておいて、うまく逃げ切れるだなんて思わないでちょうだい。不倫するならそれ相応の代償を支払ってよ。私はあんたのこと絶対に許さないから。私が大声で怒鳴ると、夫は情けなく、ひっという声を上げた。じゃああとはすべて弁護士を通してやり取りしましょう。そう言って私は電話を切った。その後、夫と不倫相手は観念したのか慰謝料を支払った。夫とも無事に離婚が成立。今回の件で、元夫は元木実家の人たちから縁を切られた。そして会社でも単身赴任だと偽って、妻を置いてきて不倫して、そっちで子供まで作った最低なやつとして認識されているようで、肩身の狭い思いをしているらしい。だが慰謝料の支払いと、子供と不倫相手を養わないといけないので仕事を辞めることができず、ストレスをためながら働いているようだ。一方、私はパート先のカフェの店長から正社員にならないかと誘いが来た。独身になって仕事に打ち込みたいなと思っていたところだったので、私はその話を受けることに。現在はカフェで一生懸命に働きながら、いつか自分でもお店を開きたいと、新しい夢を抱いた。ちなみに元技師とはあれからも定期的に連絡を取っていて、仲良くしている。私の夢のことも応援してくれているので、数年後にお店を出したら、元技師を招待しようと思う。ご視聴いただき、ありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。